はい、だいぶこれで熱々になりました。まず終わるまで押し続ければいいんだよね。終わるまでやんないといけないと書いてありました。じゃあもうどうなろうがとりあえず押し続けるという。大丈夫かな。23メートルだからあと一歩前でちっちゃ一歩お願いします。いきます。はい。出ない。いきます。はい。うわー、こんにちは。おはようございます。おはようございます。あ、午前か。まだ午前かも。あ、午前です。やったはい、本日なんですが、はい。お庭で撮影なんですけども、ちょっとね、あるアイテムを実験したいなと思っております。最近ね、今日めっちゃ暑いんだけど、あ、そうそうそう。もう11月なんですけどね。間違えて桜咲いちゃったらしいよ。たださ、夜はもう寒いじゃん。うん。で、キャンプ行ってもやっぱり焚き火やりたいじゃないですか。はい。焚き火が楽しい季節になってるんですけども、毎年毎年よく火事って聞くじゃん。うん。焚き火からなんか野焼けしちゃって、まあ無料キャンプ場とかに多いんだけど火事になっちゃったみたいな、でいっぱい消防車来てみたいな、っていう事故がちょこちょこあるんですよ。まあやっぱり乾燥する季節ですし、たまたま明日は防災の日そう、っていうところで、確かに、はい。それで僕らもやっぱり焚き火をしていて、まあ気をつけてはいるけど、まあ火なんでね、なかなかこういざさ突風が吹いてバターンって焚き火台倒れたりとかしたら、果たしてちゃんと消火できるのかっていうことなんですよ。はい。それで、まあ、そんなね話題を前にクラブハウスだったかな、なんかしたことがあって、やっぱり消火器って持ってた方がいいよねみたいな話をしたことがあるんですよ。ありましたね。そして、うちがいつも持ってるこちら、これクイックガード虫除けみたいですね。クイックガードエアゾール式簡易消火具クイックガード、はい、こちら簡易スプレー式消火器、これ持ってはいるんだけど、なんか使ったことないじゃんか。ない。だからさ、なんかどうなっちゃうんかなと思って、もし使ったら。一本じゃ足りないとか。なんか例えば消火器だったら、家とか家にはないか、学校とかにある消火器あるじゃん、ああいうのをさぶちまけちゃったらさ大変なことになるじゃん。確かに。でしょ。なんですけど、じゃあこれって大丈夫なんみたいな、最悪キャンプ場で使うとか、そしてちゃんと消えるのか、不安じゃないですか、持ってるだけじゃ。確かに。ということで僕らが実験台となり、はい、家ならね、まあ人に迷惑かからないかなと思ってこちらを実験してみたいなと思います。賞味期限あるんだね。賞味期限、使製造用期限、年月日から3年とか。あ、本当だ。製造年月日から3年。製造年月日2021年12月だからまだ1年経ってないです。定期的にチェックして買い替えたりした方がいいってことですね。そうですね。で、まあ、そんな高いもんじゃないんで、これ1本持っとくだけで、まあ、ちょっと安心じゃん。確かに。はい。天ぷら鍋火災、もしもの時の初期消火。そう。って書いてありますね。これをねちょっと試してみたいと思うんだけど、中に入ってるのは窒素ガス、放射距離3メートルから5メートル、使用上の注意読んでいきます。火元から2、3メートル離れて消火してください。火元めがけて全量を放射してください。容器を45度以上傾けて使用しないでください。人に向けて消火剤を放射しないでください。試し放射はしないでください。いざという時に使用できなくなります。初期消火の目的以外には使用しないでください。適用火災は表示を確認してください。これか。適用火災、小規模普通火災適用。でも焚き火の絵になってます。天ぷら油火災適用。電気火災適用。ストーブ火災ダメ。自動車用クッション火災ダメって書いてあります。なんかむずいね。こんな感じでなんか書いてあります。で、1回使い切りなんだって。一度放射したものは再使用しないでください。ということで怖いね。全部出さなきゃいけないんだね。そうだね。まあ多分それをさまた使う時には威力が半減しちゃうとかね、
あるんだろうけど。破棄の方法。消火剤は使用方法に順次布等に染み込ませ可燃ごみとして処理してください。噴射音が消えるまでボタンを押し続け充填ガスを抜いてください。使用後の缶は充填ガスを完全に抜いた後、お住まいの自治体のルールに従って破棄してください。はい、ということで、なんか粉とか出んのかな。ガス、ただのガスなのかな。なんか汚れちゃうのかな、消火器みたいに。どうなんだろうね。それが怖くないですか。でも家の中でも天ぷら鍋とかで使えるんだよね。あ、まあ確かに。なんかそんなぶちまけられないよね。でも分かんないよね。わかんないよね。一大事よりはいいだろうみたいな、やってみますか。やってみますか。はい、それでは準備していきたいと思います。お願いします。じゃあこちらの焚き火台で、足長いやつだから、ワークマンのねやつ、結構なんかもうこのなんかもうひん曲がっちゃってるんですよ、このロストル。何回使ったっけ。まだ 2,3 回ですね。こっちはまだ使えるけど、ロストルがもうだいぶ弱ってて、まあやっぱ値段相応な部分はありますよね。焚き火な感じで、ちょっと針葉樹で火力出してやっていきましょうか。はーい。こんな感じ。いっぱい乗るからいいよね、この焚き火。たださ、着火剤がないんですよね今。あ、そうなんだ。はい、バーナーでつけましょうか。あれ、いい匂いする。杉の。なんならちょっと焚き火で温まろうかぐらいで思ってたのに、めちゃめちゃ暑いね。朝のね、天気予報でね、今日からしばらく暖かくて、週末からまた寒気が。そうなんだ。なんか春だと思って咲いちゃった桜があって、来年はその咲いちゃった分は咲かないらしいです。めっちゃ悲しくない？なんか悲しい。その咲いちゃった人たち。そう、半分とか咲いちゃったら半分しか来年その木は咲かないらしくて。そうなん。燃えるよ。なんかやっぱりここ庭のさ、木がなくなったから、なんかこういうのもちょっと安心。確かに。焚き火が。確かにね。何も燃えるものがないからね。そう。じゃあこれでちょっと火が出来上がるのを待ちますか。火がボーボーになったら消火。そうだね。結構火力強くして。結構な量入ってる。重い。それ全部噴射しなきゃいけないからね。ね。汗かいてきました。暑いよね。暑いです。45度以上傾ける。結構 2,3 メートル離れたとこからって言ってたから、結構遠めじゃない？ね、結構遠め。この辺じゃない？ね。この辺からこうやって。結構飛ぶんだ。油を消火する際は油が飛び散ります。飛び散る場合があります。すごい勢いなのかな。なるほどね。油が飛ぶぐらい。もうだいぶ燃えてきたね。暑いもん。うわ、暑い暑すぎる。もう1本ぐらいいっとこうか。最後。細長い。はい、だいぶこれで熱々になりました。めっちゃ熱い。ハルピーさん。はい。じゃあ行ってみる？もういいのかな。まず終わるまで押し続ければいいんだよね。終わるまでやんないといけないと書いてありました。じゃあもうどうなろうがとりあえず押し続けるという。大丈夫かな。
よし、じゃあこの距離この感じで全部映ってるわ。ここです。もうちょい近くてもいいんじゃない？ 2、3 メートルだから、あと一歩前で、ちっちゃ一歩2、3でしょ。もうちょっと、2以上はなきゃいけないでしょ。じゃあそこからいきますか。うん。それではお願いします。いきます。はい。あれ？出ない？あ、結構硬いのかな。いきます。はい。うわー、うわー、うわー焚き火台があ、水？あ、水っぽい、水っぽい。あ、水なんただ。あ、でも泡っぽいぞ。水はもうちょい近づいた方がいいんじゃないか。オーケーオーケーオーケー。あ、近すぎ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 みんな近すぎ。下がってみんな下がってすごいもう終わったもう終わったなんか液体だ。ああ、液体だったな。泡っぽくない？なんかほら消えましたね。消えましたね。消えました。でも煙がすごい。煙がすごい。もう消えそう。でもうん。すごい。でもすごいね。火は消えるんだね、ちゃんとね。火すぐだったね。火は、すぐ消えたな。火に関してはすぐだった。焚き火台は焚き火台にちょっとなんか、あ、でも無事？無事じゃない？ここが吹きつけて焚き火台が熱かったからなんかこうなってんのかな。洗ったら取れるかな。あれすごかったよ。なんか一瞬跳ね返された。水のパワーがすごすぎて。あ、そうなん。うん。でもすぐなくなっちゃった。もうすぐ空や。でもこれぐらいのあれだったら損害だったら家の中でも確かにまあまあ片付けられる。片付けられる。うん。消火器よりは。そうだね。でもこう薪がねまだ炭になって熱いのは熱いんで、結局これがまた燃えそうってなっちゃうと思うから、こっからさらに水かけてそうだね。消火しないといけないですね。お水もあればなお良さそう。煙も消えそう。ドキドキでしたね。一回こうなったから。ちょっと水かける？なんかちょっと石灰みたいなのがついてる。水かけちゃう？いきます。なんか今焚き火台がちょっと引き締まった完全消火。もう消火訓練ですね。消えた？あ、でもなんか焚き火台がダメになることもないね。ないね。落ちた。ちょっと落ちたね、ここの石灰みたいなやつ。ああ、よかった。だいぶ冷めたね。だいぶ冷めました。もうシューも言わなくなってきた。これまた乾いたら使えるかな。使えるかもね。干しとくかね。よかった。なんかもっと泡々になるかと思った。ということで、焚き火完全消火しました。消えました。はい。最後にさ、じょうろで水かけてシューって最後消したんですけど、なんかよく考えてみたら最初から水をぶっかけたらいいんじゃないかって今話になったんだけど、でもまあそれでもいいんだけど、手軽ってことですかね、こっちの方が。いきなりやっぱりバケツに水汲んできてっていうあたふたしてみたいなよりは
これ1本常に持ってたら、まあ、バケツぶっかけるのと同じぐらいの感じで消化できるよっていう感じですかね。なんかホースが今あるから、永遠に水をかけれるならいいんだけど、まあね、これやっぱでも使って思ったのがすごいめがけてる位置に飛ぶっていうのがいいかなって、なんか水バサンってやってもやっぱり多分威力が相当な水の量がいるのかもしれないなと思いました。ちょっと臭くない？なんか塩素っぽい匂いしない？する？ちょっとなんかここじゃないのかな。その大量な水が必要だと思ったから、これがすごい凝縮されてる感はありました。そのバーって集中投下みたいな感じで威力が、で最後ちょっと泡っぽいのが出ました。そうだね、なんか逆に外だったらまあもちろんバケツに水入れといて持ってれば間違いないんだけど、例えば家の中だったら油とか、だったらやっぱ水バシャーンってやるのもちょっとなかなか大変じゃないですか、それだったらこっちの方が確かに、1個持ってればっていうのが家にもねあればいいなって思うよね。水汲んでる間に火が広がりそうとか思うし、必ずなんか水を持ってるシーンとは限らないから、何個かこう火を使う時に近くに置いとくと、いざっていう時に便利なこのコンパクトな感じがいい気がします。そうだね、どうです？いや、良かったです。良かった。あんな瞬時に消えるとは、消えるし、まあなんかやっぱりうちもさ、持ってるだけで使ったことなかったから、なんかこれは一回実験しとかないと、まあ、いざって時になんかイメージできないじゃん、なんかめっちゃ泡になっちゃうのかなとか粉々になっちゃうのかなみたいな。だってやっぱ使い方とかもしっかりなんかずっと覚えてるわけじゃないから、いざって時にどうだったっけってなるより一回やっとくと覚えるっていうか。そうね、いい実験だったと思いますね。防災訓練、ということで、以上の動画なんですけども、やっぱ消火器持ち歩くって厳しいから、まあ大きい火事になっちゃったらこれじゃもちろん消えないと思うけど、まあ、焚き火消すぐらいは全然いけたんで、これを持ってると安心なんじゃないかなということで、概要欄の方に書いておきますので、気になった方はチェックしてみてください。うちもなんか買ってずっと使ってなかったんで、思い出したかのように動画を撮りましたね。これから本当に乾燥するシーズンなので、まあ火事にならないと思ってたものが火事になったりとかね、するから、お水を用意できない場所にも1個持ってたら安心かなと思いました。気をつけて焚き火を楽しんでいきたいと思います。それではですね、他にもキャンプの動画、車中泊旅の動画やっておりますので、ぜひチャンネル登録の方していただいて、他の動画も見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。斉藤でした。ご飯食べるか。お腹空きましたね。お昼食べ行くか。火つける？なんで料理すんのこれで。カンカンカン、火の用心。晩餐会。晩餐会？焼肉？晩餐